こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしんなです。今回は2024年6月10日に開催された Xbox ゲームショーケース2024で発表されたゲームパスタイトル18本を発売日順に並び替えてご紹介します。一番最後には新しく発表された Xbox 本体の情報もあるので、ぜひ最後まで見てね。プリントロック7月18日発売日初日からゲームパスに対応します。古代の神々やアンデッドたちと戦うオープンワールドアクション RPG、 ソウルライクな要素を持ちつつ高い機動性を持ち、ハイスピードでダイナミックなアクションと戦闘を楽しむことができる作品となっています。ゲーム内容としてはエルデンリングとゴッド・オブ・ウォーの中間くらいの作りを目指して制作されているとのことで、キャラクターの成長要素も存在します。エイジ・オブ・ミソロジー・リトールド9月4日発売日初日からゲームパスに対応します。神々やモンスター、そして人間たちが戦いを繰り広げていた有史以前の神話時代を舞台にしたリアルタイムストラテジーゲームで、エイジ・オブ・エンパイアの開発者たちによって手掛けられています。トロイの強固な城壁を攻めたり、エジプトの砂漠を旅してオシリスの謎を解き明かしていくなど、50に及ぶ広大な神話のミッションを楽しむことができます。また日本語字幕だけでなく日本語音声にも対応予定とのことです。ストーカー2ハート・オブ・チェルノブイリ9月5日発売日初日からゲームパスに対応します。終末世界のチェルノブイリを舞台にしたオープンワールドサバイバルゲームです。 FPS と没入型シミュレーションにホラーの要素を合わせていて、最先端の写真測量技術を駆使して開発された映像で数種類のエンディングにつながる様々なストーリーを楽しむことができます。コールオブデューティーブラックオプス6の発売日が10月25日に決定しました。発売日初日からゲームパスに対応します。本作でもシリーズおなじみの一人用キャンペーンモード、対人戦を楽しめるマルチプレイヤー、仲間との協力プレイが可能なゾンビモードを搭載。一人用のキャンペーンモードでは1990年代初期を舞台に冷戦の終結や湾岸戦争といった史実をベースにした物語が展開されていきます。マルチプレイヤーでは発売日時点で6対6用のコアマップが12種類と2対2でプレイできる4種類のマップが用意され、16種全てが新規のマップであるとのことです。そして仲間との協力プレイで楽しめる PVE のゾンビモードは、前作のモダンウォーフェア3ではオープンワールドでの脱出を目的とした作りでしたが、今回のブラックオプス6では従来のラウンド制に戻っていて、押し寄せるゾンビウェーブを撃退して自身の装備の強化を行っていく流れになっています。なおゲームパス加入者の方は無料で早期オープンベータテストに参加することができます。マイクロソフトフライトシミュレーター2024 11月19日発売日初日からゲームパスに対応します。マイクロソフトのクラウドサーバーを介して地球を丸ごと再現しているフライトシムゲームの最新作です。本物の地球全体が今作のマップとなっているため、言葉の通り本当に地球のどこへでも行くことができます。なので海外や様々な名所はもちろん、自分の家や通っていた学校、普段利用しているお店までも自由に飛んでいくことが可能です。本作ではヘリコプターを使った山岳救助やプロペラ機を利用したエアレース、スカイダイビングやグライダーなどが追加されていて、前作よりもゲーム性の強いバリエーション豊かな遊びを楽しめるようになっています。インディ・ジョーンズ2024年発売日初日からゲームパスに対応します。ベセスダ・マシンゲームスが開発を手掛ける最新作となっていて、スターフィールドやフォールアウトシリーズでおなじみのトッド・ハワードさんが今作の制作総指揮を務めています。本作は一人用のアクションゲームとして作られていて、ステージ内には罠や仕掛けなどの謎解きが複数存在。それらを攻略しつつ近接戦とステルス、銃撃戦を組み合わせた戦闘も楽しめます。メインとなる装備の無知は攻撃に使える他にも、敵を誘導したり無力化したり、スイングして壁をよじ登る際に利用したりといった様々なアクションに使用することができるようになっています。また日本語字幕だけでなく日本語音声の対応も決定しています。アバウド
2024年発売日初日からゲームパスに対応します。剣と魔法をテーマにした壮大な一人称視点のファンタジー RPG となっていて、開発はグラウンデッドやアウターワールドなどを手掛けたオブシディアンが担当しています。爽快感のある戦闘システムが特徴となっていて、魔法で敵の動きを止めて遠距離から銃で撃ったり、盾で敵の攻撃をパリーして剣で反撃したりと、敵のタイプによって剣や盾、魔法、そして銃をリアルタイムに瞬時に変更し戦えるのが今作の魅力となっています。うーちゃんボールンフェザーズ2025年発売日初日からゲームパスに対応します。中国の明朝末期のダークファンタジーの世界を舞台にしたソウルライクアクション RPG、 記憶喪失の女海賊うーちゃんとして疫病とモンスターがはびこる世界で多彩な戦闘スタイルや隠された武器、古代の銃器などを駆使して残虐な敵たちに立ち向かっていくこととなります。本作では選択肢や選んだ行動によって異なるエンディングが用意されているとのことです。アトムフォール2025年発売日初日からゲームパスに対応します。スナイパーエリートやゾンビアーミーの開発チームが手掛ける一人称視点の新作オープンワールドサバイバルアクションゲーム。核の被害を受けてしまったイギリスの田舎を舞台に荒廃した土地を探索して物資を集め、クラフトや取引をこなして生き残っていくこととなります。本作では生き残った人間たち以外にも異界やミュータントの激しい戦闘が用意されているとのことです。なお、スナエリやゾンビアーミーのような協力プレイには対応せず、一人用のゲームとなるようです。ミックステープ2025年発売日初日からゲームパスに対応します。過去にゲームパスに対応していたアートフルエスケープの開発元による最新作です。80年代から90年代の頃の雰囲気を感じさせるアドベンチャーゲームです。廃墟となったテーマパークに忍び込んで写真を撮ったり、車の後部座席から花火をしたりなど、危険なことも楽しい3人の男性・女性の高校時代の青春物語が描かれています。ドゥーム・ザ・ダーク・エイジスが発表されました。2025年発売日初日からゲームパスに対応します。2016年に発売されたリブート版ドゥームの前日譚となる一人用の FPS ゲームです。ドゥームならではの凄まじいスピード感と刺激的な語話表現はさらに激しくなり、圧倒的な暴力で敵をなぎ倒していける最高のタイトルとなりそうですね。なお、リブート版ドゥームは現在ゲームパスで遊ぶことが可能です。ものすごくテンポが良く、非常に爽快で気持ちいい、完成度の高い傑作で、私の一押しタイトルなので、未プレイの方はぜひ遊んでみてください。フェイブル2025年発売日初日からゲームパスに対応します。初代 Xbox や Xbox360 で発売されたかつての Xbox を代表する RPG フェイブルのリブート版となる作品です。2020年に発表されていましたが、ついに来年発売とアナウンスされましたね。本作は自分自身の決断によって英雄にも悪にもなれる物語が魅力のファンタジー RPG となっていて、リブートとなる最新作でも本作ならではの要素を引き継いでいるような雰囲気を感じられます。開発はフォルツァホライゾンシリーズを手掛けるプレイグラウンドゲームスが担当しています。ラウス・オブ・ミッドナイト2025年発売日初日からゲームパスに対応します。アメリカ南部を舞台に魔法の力を利用して困難を乗り越え、世界を旅していく三人称視点のアクションアドベンチャーゲームです。魔法を駆使した巨大なクリーチャーたちとの戦闘を楽しめたり、ストップモーションアニメで描かれるゴシックな世界観が特徴の作品となっています。ウィンターバロー2025年発売日初日からゲームパスに対応します。ネズミが主人公のサバイバルクラフトゲーム。都会に出ていた主人公ネズミは久しぶりに家に帰ってきたところ、故郷がボロボロに壊れてしまっているのを発見。さらにオバネズミもフクロウに連れ去られて行方不明になってしまいます。本作では厳しい寒さの中で仲間を見つけ、資源を収集したり家を修理したりしながら行方不明になってしまったおばを探すというゲームになっています。クレイル・オブスキュール・エクスペディション33 2025年発売日初日からゲームパスに対応します。
クラシックな JRPG とアクションゲームから影響を受けて開発された新作 RPG。丁寧に練られた感動的な物語や、フランスやパリの芸術、建築などをモチーフとしているアートスタイルが特徴となっていて、感情豊かなキャラクターたちが織りなす美しい物語を体験することができます。戦闘面では単性のバトルシステムを採用しつつも、リアルタイムで回避やパリ、カウンターなどを利用できるようになっていて、攻撃のリズムをつかんでチェーンコンボを繰り出すことも可能とのことです。パーフェクトダークのゲームプレイ映像が初公開されました。発売日初日からゲームパスに対応します。2000年に任天堂64で発売された同作のリブート版として開発されている FPS ゲームです。ガジェットを駆使して壁越しに敵を視認したり、ハッキングを行ったりできる他にも、一人称シューティング、没入型シム、ステルスアクションなど様々な要素を取り入れていて、探索、戦闘の両方でパルクールアクションを楽しむこともできます。ステートオブディケイ3発売日初日からゲームパスに対応します。ゾンビで溢れた世界を生き抜くオープンワールドゾンビサバイバルアクションゲームです。2020年に発表され、その後続報がありませんでしたが、今回4年ぶりに新たなトレーラーが公開されました。ギアーズ・オブ・ウォー E-Day が発表されました。発売日初日からゲームパスに対応します。ついにギアーズの最新作が登場となりますね。なお、Steam の方では日本語吹き替えにも対応すると記載されています。4以降では日本語字幕のみだったので、また吹き替えで遊べるとすごく嬉しいですね。本作ではギアーズ・オブ・ウォー1作目の14年前を舞台に、再び主人公マーカスとしてドーカスとの侵略を阻止するべくドムと共に立ち向かっていくこととなります。ギアーズは4からマーカスの息子である JD に世代交代し、5ではなかなか衝撃的なエンディングで、この続きどうするのと思っていましたが、長らく6が発売されず、今回過去の物語が作られる形となりましたね。ただ今作はギアーズのスピンオフ作品ではなく本編であり、4や5のストーリーを放棄したわけではないとも付け加えられています。私ギアーズは Xbox ファーストタイトルの中でも特に大好きな作品なので、今後ギアーズの魅力をたくさんご紹介していきたいと思います。Xbox 本体の新たなモデルが3つ海外で発表されました。まず Xbox シリーズ S ホワイトの 1TB モデル。こちらは現行のシリーズ S 通常モデルと同色で SSD 容量が倍になっています。金額は$349です。次に Xbox シリーズ X ホワイト。こちらはシリーズ X 初のディスクレスモデルとなり、シリーズ S のようにダウンロード専用機となっています。SSD 容量は 1TB です。金額は$449です。そして最後に Xbox シリーズ X スペシャルエディション。こちらは SSD 容量が 2TB と過去最大の容量となっていて、本体、コントローラーともに Galaxy Black という限定カラーとなっています。数量限定販売となるとのことです。金額は$599です。ということで、今回は2024年6月10日に開催された Xbox ゲームショーケース2024で発表されたゲームパスタイトルをご紹介しました。なお、ショーケースでは Life is Strange の最新作やドラゴンエイジなどゲームパスには対応しない Xbox タイトルも多数初公開されました。そういった最新タイトルに関しては今後別の動画でまとめてご紹介させていただきますので、そちらもご視聴していただけると嬉しいです。私のチャンネルでは今後も Xbox 関連の最新情報や製品紹介、レビューなどを行っていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。